16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は足のつりのメカニズム編と称してお話をしたいと思います。実はですね、以前に、発表しましたこの足のつり動画なんですけれども、非常に反響をたくさんいただきました。私も日々外来で診察をする中で、手がつる、足がつる、首がつる、いろいろなところをつって困るという患者様の声、症状たくさん伺うんですが、まさかこれほどの人数の方が興味を持っているっていうのには驚いたんですね。なんと27万再生をいただく動画となりました。本当に多くの方がこの足のつりについての情報が欲しいと思ったり、本当にそれでご本人や家族が苦しんでるということが実際にあるんだということを実感した次第です。で、今日ですね、お話しする内容については、日本の中でも実はこちらのご著書をご紹介したいんですが、元帝京大学の教授であられる出沢明先生のご著書、この2つの書籍はとても読みやすく、一般の方々にも理解しやすい内容となっております。私もじっくり読ませていただいて、この内容を含めて今日解説させていただきたいと思いますので、より詳しい情報を知りたい方はぜひ手に取って本屋さんでご覧になってみてください。タイトルお願いします。こちら文教社から出版されております小村帰り自分で克服名医が教える1分体操です。メカニズムから、その治療まで、自分でできるセルフケアまでご説明していただいておりますので、どうぞご参考ください。では始めましょう。お願いします。はい、ではこちらをご覧ください。いろいろな場所が体の中でつるんですけれども、多いのはこの肩から腕や腰から足にかけてつるというパターンが多いので、こちらの図解では腕に起こるこの力こぶの筋肉や足のふくらはぎの筋肉を代表例として見立てて説明したいと思います。まず力こぶっていうのを作った時に、これ筋肉が膨らむっていうイメージありますかね。はい、ありますね。はい、膨らんでるっていうことは筋肉が縮んでる、伸びてる、どっちの感じがしますか？縮んでるイメージが。そうですね。ぐっと縮むと筋肉が盛り上がる、力を蓄えてる感じ。今度リラックスすると伸びる、筋肉が平らになる、そんなイメージですかね。そうです。はい、この、筋肉の縮みや伸ばすっていうことは何か自然にできているっていうイメージありますか？はい、はい、そんなに考えなくても、普通に何か持とうとしたら力を入れて縮むし、伸ばそうと思えば簡単に伸びる。これが日常生活の中で普通に腕や足を使っている時の感覚ですよね。そうですね。でもこれがね、うまくいかなくなることもあるんですよ。そのことについて今日はお話をしていきます。ご覧ください。じゃあふくらはぎのこの小村返りの方で見ていきましょう。足の筋肉には太いこの赤で示した骨格筋、例えば腓腹筋とかヒラメ筋とか、こういう筋肉があります。この一つの骨格筋の中をよーく見てみると、小さな、単位の筋肉がまた中に存在しています。大きな筋肉をいわゆる骨格筋、その中にある小さな筋肉の塊を筋紡錘と言います。この筋紡錘、紡錘っていうのはこの糸巻きみたいな形を紡錘と言いますが、筋紡錘は何をしているかというと、筋肉の伸びを感知するセンサーなんです。筋肉が伸びたよっていうことを知らせてくれる、認識させてくれるセンサーなんですね。実際にこの赤い骨格筋がぐーっと伸びると、筋紡錘も一緒に伸びます。それがあるところに連絡がいって、
こから命令が下されて、今度は伸びてるから縮みなさいと言われ、伸びすぎを防いでくれているんですね。この伸びた時にどこに連絡がいって、この伸び縮みをちゃんとコントロールしているか分かりますか？やっぱり脳ですかね。そうですね。脳が全てのこの中枢コントロールなわけです。でも脳だけでは実はないんですね。それがこちら見ていただくと、この脳の部分からもう一つ大事な中枢神経があります。何ですか？脊髄ですか？そうです。ここには脊髄といって、脳を出た後の神経が束になってずっと走っていく。そこからさらに命令がいく運動ニューロンというのが出ています。ニューロンっていうのは神経ということですね。脳が命令を下し、脊髄がその連絡を聞いて、細い運動ニューロンに信号指令がいって、そして筋肉が伸びたり縮んだりするわけですけれども、このような一連の命令系統があってうまくコントロールをしています。今言った筋紡錘というのは筋肉の伸びを感知するセンサーなんです。足にも腕にもあります。で、もう一つ大事なこと、もう一つのセンサーはこの筋肉の端っこにあるセンサー、これですね。こちらを今度は腱紡錘と言います。筋肉の膨らんだ筋腹の端っこには腱がある、筋がある、骨にくっついてますね。その腱にも腱紡錘というセンサーがあります。このセンサーは伸びと縮み両方を感知するセンサーなんです。どのように働いているかというと、この骨格筋、赤い部分がぐーっと今度縮みます。そうすると腱紡錘、この黒い部分腱紡錘は、伸びと縮みの両方を感知して、今度脳にそれを伝え、脳から今度は命令が、これ以上縮んじゃいけないよという命令が来るんですね。それによって縮みすぎを防止しているわけです。ここで思い出してください。こむら返り、足のつり、これは骨格筋がぐーっと縮みます。その時に本当は伸ばさなきゃいけないんだけれども、この腱紡錘がうまく働かないと伸ばすことができなくて、骨格筋も縮むし腱紡錘も一緒に縮んでしまう。そしたらどうなりますか？すべては全部縮む方向に行ってしまう。だからこの端から端までがぐーっと収縮して縮みっぱなし現象が起こってしまうわけです。これがまさに足のつり、こむら返りなんですね。どうですか？わかりましたか？はい、ちょっと難しい言葉ですけど、絵で見るとよくわかりますね。わかりますね。縮んで伸びられない状態、それがまさにこむら返りなわけです。経験したことあると思うんですけれども、どうですか？釣った時って一生懸命伸ばそうとしますよね。そうですね。そのままだと辛いのでゆっくり伸ばしますね。どんな感じがしますか？その時すっごく痛みが走りますよね。それは本来起こっていることの逆行の動作をしようとするので、痛みを伴ってしまうということになるわけです。ここまでで足のつり、こむら返りはこの腱紡錘のうまく働かないということが原因だっていうところはお分かりいただけましたか？はい、よくわかりました。はい、この腱紡錘がうまく働かないことを出田先生は腱紡錘の誤作動と言っています。こちらご覧ください。誤作動ですね。本来起こるべき反応ではないことが誤って起こってしまうので誤作動なわけです。
この誤作動が起こるのにはどんなことが関係していると思いますか？体験的にでいいので教えてください。よくするときは、日中にすごく運動して汗かいたりとか疲れてきたときですかね。汗をかいて脱水が起こったり筋肉が疲労してしまった時に起こりやすいっていう印象があるわけですね、はい、まさにその通りなんです。脱水が起こる時っていうのは実は体の中にあるたくさんのミネラルっていうものも一緒に汗とともに外に出てしまうので、どうしても必要なミネラルが不足してしまう。そして筋肉が疲労している時、過度に疲労している時にも起こりやすいんです。それ以外にもいくつか原因があるのでこちらをご覧ください。この腱紡錘の誤作動が起こる時の背景には脱水、血液血流不足、冷え、ミネラル不足、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど、そしてもともと持病を持っている糖尿病や先ほどの論文にもありましたけど、メタボリックシンドローム、神経筋疾患、そして腰の病気などもここに含まれます。こういった持病を持っていることでより足のつり、腱紡錘の誤作動が起こりやすい。最後に薬物、何かの病気の治療のために飲んでいるお薬でもそれが悪影響となってこのつりが起こってしまうっていうこともあるんですね。さまざまな原因によって起こる腱紡錘の誤作動、これが足のつりのメカニズムの一つというふうに世界の研究でも分かってきています。やはりこれから、足のつりを治療したりセルフケアしていく上で自分の足の中に何が起こっているのかを理解しなかったらなんだかわからないまんま怖い恐怖感覚えますよね、はい、また今晩もつるんじゃないかなとか。だけどメカニズムがわかるとだからどうすればいいのかっていうことも理論的に理解できると思います。これからもどんどん小村帰り、足のつり、筋肉のつりについて動画を配信していきたいと思いますので皆さんどうぞご期待ください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。